皆さんこんにちは、メイリーです。今日はですね、こちらの研ぎべっている担当、研ぎべりをテーマにやっていきたいと思います。あんまり研ぎべってですね、地金が荒っぽく見えたりすると、疲れてるなんていう風に言いますけれども、今日は疲れてる、私と疲れている刀を見ようということでですね、こちらの方やっていきたいと思います。ここに見るとですね、研ぎべってる様子っていうのはちょっとわかんないんですけども、幅木外してみると、がっつり減ってる様子がですね、見て取れると思いますので、早速やっていきましょう。幅木を外してみるとですね、このように、ゴリッとハマチのところからぐっと内側にですね、刃の方が減っていって、研ぎべっている、研磨を重ねてですね、刃が薄くなっている様子っていうのが、見て取れるかと思います。なかなか顕著ですね。結構研ぎべってる方までですね、こうやって、ハマチを残したいのか、あるいはこの幅木をですね、そのまま使いたいのか、ちょっとわからないですけども、このように、ハマチのところを少し残して、その内側から急にこうグッと入っているというのがたまに見かけますね。これもそのような顕著な研ぎべりのタイプでございます。でですね、この刀の作者は誰かというと、金豊ですね、末席ですね、戦国時代、室町末期の、関、美濃の統合の金豊なんですけれども、このですね、金豊作と切るのは、元気頃ですね、だから1570年ぐらいですか、信長の時代ですね、の、統合の作品でございますね。とは言ってもですね、この金豊というのはなかなかこのマイナーで珍しい、現像作少ない、投稿なものですから、研究が進んでいないということもありまして、これ以上語ることもないので、今日はですね、ちょっと研ぎべりの方をメインに語っていこうというふうに思います。研ぎべりない方がいいですよね。ないにもちろん越したことはありません。基本的にはですね、あんまり良くないこと、研ぎべってない方がいい刀だよっていうのは基本的に言われますし、もちろんそうなんですけども、やっぱり自分も古いものが好きですからね、研ぎべっているってそこまで悪いものかな、もうちょっといいところを探していこうかなというところをですね、今日やっていきたいと思います。決して売り文句ではなくてですね、個人的に本当にそう思ってるからやっているという回でございます。その一つ言えるいい点としては、やっぱりこの実際に使われている刀のこう凄みというか味みたいなものがあるというのは一つ言えると思うんですよね。独特の迫力があるのはやっぱりこう研ぎべってる刀でございます。で、なおかつですね、これに関して言えば出来ですよね。この時代の刀としてはほとんど傷がないと言ってもいいレベルで、刃文もなかなか素晴らしい、具の目ですね。で、砂がしがバーッと入って、こう煮え出来でですね、粒子ですね、これが刃、それから地にもですね、地煮えも出てて、大変見応えがある、一振りですね。で、そういう出来のいい刀がですね、実際に使われているっていうのが、生々しさを感じるというか、出来がいいから使いたくないって言ってられない、時代のその迫力みたいなのをちょっと感じるんですよね、個人的には。でですね、もう一つは冒頭に言いましたけども、疲れていると言いますけどね、あんまり研ぎべっていて、地金が出たりなんだりとかしてると疲れているって言いますけど、これはそこまでではないんですけども、やっぱ疲れは感じますよね。そういう意味でですね、疲れている時にやっぱ疲れている刀を見るとちょっと癒されるというかですねそういうところもあると思います。見る人がですね、ちょっとこう気持ち的にくたびれてると、やっぱりこう健全なですね、ピカピカのこう現代刀とか見たりするとですね、ちょっと思わず圧倒されてこう眩しくて見てられないっていうようなところもあると思うんですけれども、こういったものに関してはですね、かえって、落ち着いて見られる、こうしっとりですね、じっくり、楽しんでいただけるというのが一つ個人的には魅力なんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。それも含めてこう経年の味があるというかですね、いうのが言えると思います。3つ目ですね、もう一つ言うとしたら、研ぎべってるということはこう重ねが薄くなっていますからね。頑丈さ、強靭さは減ってるかもしれないですけども、刃が薄くなっているんですね。
非常に刃物として鋭くなっている、鋭さは増しているので、そういう意味では切れ味は増していると言ってもいいかもしれませんね。これで物切りする人はいないと思うんですけども、そういったメリットと言ってしまうと言い過ぎですけれども、見方を変えればですね、いいところもいくつか探せるというのがこの研ぎべりではないかな。特にその味があるという点ではですね、なかなか、個人的にはいいかなというふうに思っております。でですね、こしらえが付属します。なかなかいいこしらえなんで、こちらも合わせて触れていきたいと思います。これがですね、いい時代ごしらえ、幕末頃のこしらえですね。で、自分これパッと見た時にですね、ちょっとつばが大きいかなと思ったんですよね。この寸伸び担当のこしらえとしてはつばが大きいので、なんか適切な担当つばがあれば変えた方がいいのかなと思ったんですけども、よく見てみるとですね、この目抜きとデザインが合ってるんですね。衣装が合っていて、なかなかこれはこれで考えられて作られているつばなんですよね。で、目抜きが船、波に船の目抜きで、この鉄馬は、船に大黒様が乗っている図ですね。なかなかめでたいんですよね。で、つば自体もですね、いいもんなので、いいのかなと。で、しっかりこのつなぎがですね、近年作られていて、で、しっかりガタなくですね、ピタッとはまっているので、これはこれでいいのかなというふうにちょっと反省したというか、なるほどなというふうにちょっと勉強させてもらったという次第でございます。とは言ってもですね、これだけ、隙間というか、ガタというか、攻め金がない分遊びがありますんで、つなぎの場合はですね、先ほども申し上げたように、目釘で、しっかりと止まって、つばなりもないんですけれども、この刀身と刃脇で入れた場合はですね、どうしても若干、つばなり、してしまいますので、そこだけちょっと、ご承知の上でお願いしたいなというところでございます。念のためつばなり防止用の切羽をプラス1枚付属いたしますので、お好みに合わせてご使用ください。で、鞘の方に関してもですね、つなぎの場合は特に、問題なくぴったりはまってですね、ずれ落ちたりということもほとんどないと思うんですけれども、この刀身と刃脇の場合は、隙間、若干あって、ガタガタというわけではないんですけども、ぴったりはまって、ずれないというわけにはいかないので、もちろんですね、この濃口の内側に経木など貼っていただければですね、問題なく使えるんですけれども、個人的にあんまり自在のこしらえにベタベタ貼るのは気が進まないというところもあるので、一旦ちょっとこのまま現状でのお渡しになるんですけれども、気になる方はですね、この濃口の内側に、2革などでですね、貼り付けていただければ遊びもなくなるかと思いますので、そのような形でよろしくお願いいたします。ということでですね、頑張って研ぎべりのいいところを、見つけようとしてみましたけども、なかなか苦しい動画になったような気もしております。というような感じで、今回の動画は終わりたいと思います。ではまた。